動いてないお部屋が、はい、こんな感じで週末ビフォーアフター的に言うと大人気の家事室に生まれ変わっております。すげえ。すごい。うわー、これすごい。すごい。前回に引き続き3人家族のお家にお邪魔して大改造するわけなんですけれども、お父さんは私の週末ビフォーアフター見てね、頑張って片付けたって言ってたんですけど、全く片付いておりませんでして、はい、このうちはですね、ご夫婦がフルタイムで働くというね、お宅でね、まだお子さんもね小さくてね、どうしても片付けがままならないというか、ママはね高齢出産で育児と家事の両立だけでね、もう本当に必死でね、掃除は諦めてたということでね、もうねお会いした時はですね、本当に見るからになんか疲れ果ててて、なんか生きてるだけで精一杯みたいな感じだったんですよね。この家がなぜ、地獄だらけになってしまったかというね理由なんですけれども、パパがやってしまった2つの間違いということで、まず第一にね、収納の仕組みからね作ってしまったってことなんですね。こんにちはってね、玄関入ってきたところからね、建造物がそびえ立っておりまして、カウンター前にはね、いろんな収納家具が置かれてたんですね。テレビ台とかもね、ご自分でね作られたということで、ね、和室の奥にはねジャングルジムみたいな衣類ラックとか、あと洗面所とかキッチンの棚なんてねいっぱいね置いてありました。そもそもフル型式はですね、その家にある収納を最大限活用して必要以上に部屋の中に収納を並べることはないんですね。2番目に、このお父さんがやってしまった間違いはですね、空間を作ることよりも家事効率を上げることを優先してしまってるんですね。フル型式では今までね、洗濯問題とか炊事問題とかね、そういったところをすごくね多く取り上げられているんですが、この家のパパはね、きっとねこの和室に関しては隣が洗濯機もあったので、洗濯機から一番近い和室にですね、洗濯動線6つの基本、洗う、干す、取り込む、畳む、しまう、着る、この6つの基本動作に一番近いということで、この和室にまとめてね収納しようと決めたんですね。でもね、残念ながらこれをやっちゃったせいで子供の遊びスペースがなくなっちゃったってことでね、もうそれは絶対にフル型式ではありえません。収納のイメージ的にはね、きっとねこの第34話に出てきたイメージでね収納を組み立てたと思うんですが、はい、残念ながら足の踏み場はございませんでしたってことですね。ということでフル型式はね、収納の仕組みよりまず子供がのびのび遊べる空間を作ることが最優先なので、もう一つありましたね、家事効率、キッチン収納ですよ。お父さんこれね第20話ですかね、この3つのラインを攻略してねキッチン収納をね頑張ったんですけれども、ただ私ねこの回でも言ってるんですよ。キッチン収納というのは難攻不落の要塞だから一筋縄ではいかないよと。キッチン収納っていうのは本当に小スペースな上にアイテム数が多いので、キッチンはですね、いろんなとこ攻略した後にやられるのがおすすめでございます。私が片付けに行くお家で一番大事にしていることは、そこに住む家族が清潔な環境でしっかりと家族の絆を育む場所ということをね念頭に置いてね空間を作ってきますので、それを実現した上で様々な収納を工夫してやってまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。本日の作業終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。玄関もすっきりして、なんかここにありましたよね。別人の家みたい。なんかやっぱり花がありました。全く違います。ここに物があるのとないのとでは、はい、景色も違うし、なんならこの家の玄関は広かったっていうね事私実が初めて知りました。初めて知った。広い玄関の家に住みたいって思ってたからやっと夢が叶ったんですね、奥さん。びっくりします。45歳で。45歳ではい、よか初ったでめてです。す。そしてリビングに行きましょうか。はい、見てください、この景色あらいかがでしょうか。ママどう？もう言葉もない。本当？本当に綺麗。ねなんかうん。
初めて暮らしやすそうなお家だなって、なんかここに引っ越してきては7年目で初めて思いました。い、7年目で初めて思った、はい。よかった。もともとこの棚どこにあったか覚えてますか？和室の押し入れの中に入ってました。そうです。古型式は景色をものすごく気にしますので、はいはい。やっぱ景色がしっかりと見えるところにはちゃんとした家具をね使はいっていただきたいと思って、はい。はい、チェンジしております。はい。はい。でこのライン見てください。このライン相当ものがあったと思うんですけど、はい。それをかなり削減させていただいております。はい。はい、結構ねカウンター下に物を置いちゃう人多いんですけど、はい。やっぱねここが空いてるだけでここの空間がすごく広がるというか、うんはい気持ちいいですね。そうなんですよ。やっぱりここ動線上でキッチンカウンターで更地になったことによってこのキッチンとリビングとの一体感が繰り広げられるとですね、何がいいかっていうとやっぱり忙しくてなかなかねお子さんとの一緒の時間が作れないと思うので、そういう意味では一体感でこの場所にいられるっていうのはすごいいいかなっていうふうに思います。そうですね。はい。いややっぱ食洗機やってたんだなぁと。食洗機はごめんなさい、元の場所に戻させてもらってます。なるべくこの上は置かないようにして、はい。はい。そうします。なんならね、朝忙しい時、覚えてます？ここに水あったの。それをあこちらに移させていただいたことによって、収まるんですね。そうなんですよ。コーヒーカップとコーヒーがこういう形でありますので、はい。はい、入れた後に、いらっしゃい。こちらでコーヒーをはい。飲んでいただけることができるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。私このキッチンカウンターを気に入ってこの家買ったのに、はい。生かしたことがはい一回もなくて、ここはね、家族の絆を深めるはい。大事な場所。はい。忙しくてもここで目と目を合ってね、今日何やるのって、今日何時帰ってくるの、うん。いらっしゃいって言ってねやっていただけるとね、はい。やっぱり時間がない時はここでお話ししていただいて、はい。休みの日はそちらでね朝食をみんなで食べたりとか夕飯をゆっくり食べたり、なかなか時間もね一緒になれなかったりするかもしれないんですけど、ここはお願いです、はい実施してください。わかりました。はい、わかりました。その代わり奥さんはい。情報です。はい。こちらにもカウンターをはい。作らせていただきました、はい。これ覚えてますか？覚えてないです。何ですか？はい。私ね、本当この家のお父さんはまあ私の弟子みたいなもんじゃないですか、はい。もう本当に落第生なんですが、はい。まあ、私の大事な弟子でございますので、はい。まあ、弟子がね、はい。これをですねテレビ台に使ってたんですよ。はいこれがですねまあまあ高級な板でございまして、はい。これはですねいい棚だったので、はいここにあったはい。ねカウンターキッチンになんとこの板を乗せただけではい。見てください。この雰囲気に合ったはい。カウンターで、はい、すごい。お菓子が食べれます。本当ですね。食べたかった。これ1個あればうん。結構このラインで使うようなものをこちらに入れていただいて、まあ、ちょっとこの中までちょっとできてないんですけど、非常に使い勝手のいいこう机にもなるかなということと、あと、はい、忘れちゃいけないこのソファーの置き方ですよね。はい。そうですね。はい、やっぱり家具の置き方次第ではい。部屋って全然変わりますし、うんはい。で今までってどうしてもこの和室と分断するような形でテレビが置いてあったと思うんですあね。はい。はい、それを完全にですね、扉は開けさせてもらった状態で一体感にしてもらいます。はい、皆さんこっち来てください。今までここにテレビがあったせいで分断されていたお部屋を一つの部屋にいたしました。うちって広かったんですね。そうなんですよ。まずここを更地にすることからやりました。はいあの時覚えてます？はい。覚えてますな。んかめちゃめちゃ走り回ってました。はい。やっぱね、子供って空間が大好き。そうですねね。私の部屋ができたって言ってました。めちゃめちゃ喜んでました。はい。今までは
洋服の収納が真ん中に来ちゃってて、はい全然セパレートにもなってない。ジャングルみたいでした。ジャングルにこちら、お風呂との動線上にあたる場所だったので、はいすべて洋服を2階には上げていません。じゃあ見てください。じゃん。まだとりあえず部屋着と下着とお風呂から出て着れるものはこちらの方に入れさせていただいて、それ以外のおもちゃはすべてこの下に、こちらにも入っておりますので、いつでも遊べます。やったはいなぜか動く仕組みまで。そうです。お父さんの動く仕組みはさまざまなところで生かされております。はよかったね。よかった安心してください。捨ててませんから。はい。やっぱりね、父さんが頑張って作った DIY は、極力残しつつ、こんな感じで、収めているので、上はお母さんのね、こっちにあった方がいいようなものは入れてありますので、下と上のセパレートですね。子供と大人で分ける押し入れの使い方。はい、こちら完全に動く収納になりました。今まではなんかね、バリケードの中にね、なんか押し入れが大事に隠されていましたけど、このように本来あるべき姿に。はい。またね、ここで寝るようなことがあったらね、中身を全部変えていただければいいかなと思うんですけど、今の状態では2階でね、お休みになられるということだったので、こんな感じで、ね、娘が喜ぶ空間になって、さっきものすごい「鬼滅の刃」上手に歌ってました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで2階行きましょう。はい見てください。お父さんの部屋がものすごいできる人の部屋になってしまいました。花も生かされ、こちらで仕事もできます。ダブルモニターっていうのがね、できる男ですよね。はい、在宅勤務ないのに。ないのにね。素晴らしい。はい、これでね、ゆっくりねしていただきたいなと思うんですが、なんならこの部屋はここがガラガラな状態でしたので、お父さんのもの多かったんで全部そちらの方に入れさせていただいてますが、こういうねものを整理はしていただいて、そうです。はい、もっともっとブラッシュアップしていただきたいと思います。それこそ古型式をしっかり生かしてね、はい、稼働率上げていただきたいと思います。はい、それでは最後、問題だった使ってないものだらけの動いてないお部屋が、はい、こんな感じで週末ビフォーアフター的に言うと大人気の家事室に生まれ変わっております。すげえ。すごい。うわー、すごい。もうここで洗濯物を干していただいても構いませんし、外で干していただいても構いませんし、なんならここで畳んでもらってここにそう洗濯物を並べても構いませんし、はい。あ、まさかの。アイロンまでかけられるようになりました。あら、夢のようですね。週末ビフォーアフターを1日に3回見てる男ですからね。夢のこれ家事ルーム。これできねえよ、こんなの。はい、本当だね。しっかりと作らせていただきましたので、ぜひ活用していただいて、もう2階は二度と散らかさないでわかりました。暮らしてください。わかりました。はい、整理がしきれてないものはすべてこの中に入っていますので、わかりました。おいおいやってくださいね。それだけはお願いします絶対やね。ります。はい。わかりました。ということで今回週末ビフォーアフターやりましたけど、ちょっと感想などいただけると嬉しい。本当感無量ですね。本本当に。ねいや、すごい。やっぱり動画見て知識を盗むじゃないんだけど、そういう風にやろうかなって思ったけど全然違う。なので、今回しっかり、そういった方も視聴者さんにいると思うので、この家のやり方を丁寧にお伝えして皆さんの暮らしがもっと快適に使いやすくっていうところをね、しっかりお伝えしなきゃいけないなと思いました。はい。私、45年かけてできなかったことは、1日で人生って変わるんだなっていうぐらい本当に感激してます。私本当に生理が子供の時から苦手だったんで、綺麗な部屋で暮らしたことがないんです。
結婚して自分が親になってやっぱり子供に見せられなかったんで、綺麗な暮らしっていうのを今日先生にシステムを全部作っていただいたので、できているものの中でやることはできるんです。新しく作ることが本当にできなかったんで、この綺麗さを維持できるように家族3人で頑張ります。そうですね。これだけは聞きたい。景色変わると気持ち変わりません？すごく変わります。でしょ？はい。全然違う。仕事から疲れて帰ってきて家で倍疲れてたんです。あー汚ねえなって。ここから掃除もしなきゃ、洗濯もしなきゃ、ご飯も作らなきゃって思って倍疲れてたんですけど、なんかホッとする場所になりました。本当？1階も2階も見て、よかった。はい、ちゃんと暮らしていけそうな気がします。これからは。もう進化させてくださいね。はい、わかりました。退化しないでくださいね。絶対しない。はい、抜き打ちチェック来ますからね。わかりました。はい、待ってます。待ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、もうね、ほんとご夫婦にね、ものすごい喜んでもらえて、私もね、2人の感想を改めて聞いて、うるっとしちゃいました。皆さんもね、収納からではなくて、まず部屋の景色から見直していただくだけでね、もう本当に意識が変わりますので、ぜひ見直してみていただきたいと思います。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは、たった1日で劇的に変わったこの絵をどうやって片付けてきたのか、その具体的な作業手順をお伝えしますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。